今週のテーマはパパッと簡単おかず。寒い日が続いていますが、皆様はお元気でお過ごしでしょうか。仕事と家事の両立は大変ですが、毎日こうして楽しく過ごせていることに感謝して、一日一日を大切に過ごしていこうと思います。今週は忙しくてもパパッと作れる簡単おかずをご紹介。上手に時短しながら美味しい晩ご飯を楽しんでいこう。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日はししゃもの南蛮漬け。今日は冬が旬のししゃもを使って野菜もたっぷりといただける南蛮漬けを作ります。まずは南蛮酢から。酢大さじ4、醤油大さじ4、レモン汁大さじ2、砂糖大さじ2、鷹の爪輪切り1本分、すりおろしにんにく1かけ分または2かけ分を合わせます。長ネギは斜め切りにします。ピーマンはヘタと種を取り除き輪切りにします。ピーマンにはビタミン類がたっぷり。冬に気になる乾燥肌にもおすすめです。人参は皮を剥いて千切りにします。ベータカロテンが豊富な緑黄色野菜で免疫力アップや目の健康を守ってくれます。A と野菜を合わせたら南蛮酢の完成です。あとはししゃもを揚げ焼きにするだけ。ししゃもは表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取ります。加熱した時にししゃもが爆発しないよう、お腹の部分に爪楊枝で数箇所穴を開けておきます。片栗粉をたっぷりまぶしていきます。フライパンに多めの油を熱し、菜箸から細かい泡が出てきたらししゃもを投入します。こんがりと火が通るまで揚げ焼きにしていきます。骨まで丸ごと食べられるししゃもにはタンパク質やカルシウム、ビタミンなど体に嬉しい栄養がたっぷりです。ししゃもに火が通ったらそのまま南蛮酢につけて完成です。南蛮酢はお好みの野菜を入れてアレンジしても OK。さっぱりとしていて野菜もしっかりといただけるメインおかずは家族から喜ばれること間違いなしです。こんがりと揚げ焼きにしたししゃもに南蛮酢が絡んでとっても美味しいです。野菜もたっぷりなので副菜を作らなくても大丈夫。栄養もしっかりとれて嬉しいです。揚げたてはもちろん美味しいですが、漬け込むほどに味わいが深くなるので作り置きにもおすすめですよ。火曜日は豚肉とじゃがいものガーリック炒め。今日はホクホクのじゃがいもでご飯が進むおかずを作ります。じゃがいもは皮を剥いて食べやすい大きさに切ります。じゃがいもの芽にはソラニンという毒素が含まれています。包丁できちんと取り除いてあげましょう。じゃがいもは時短のために電子レンジで温めて火を通しておくと楽ちんです。耐熱容器に入れ、ふわっとラップをし、600ワット6分から7分加熱します。豚バラ肉は食べやすい大きさに切り、塩コショウを振ります。にんにくは薄切りにします。フライパンに豚バラ肉とにんにくを入れて中火で炒めていきます。豚バラ肉から脂がたっぷり出てきました。お肉の色が変わってきたらじゃがいもを加えて炒め、焼き目がついたら余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。
醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ2、砂糖大さじ1、酢大さじ1、鷹の爪輪切り1本分を加えて全体を炒め合わせたら、豚肉とじゃがいものガーリック炒めの完成です。ホクホクのじゃがいもと旨味たっぷりの豚バラ肉を使ったおかずは食べ応えも抜群。ニンニクの香りで食欲そそります。濃いめの味付けでご飯がもりもり進んじゃう。パパッと作れるので忙しい日の晩ご飯やお弁当の一品にもおすすめです。水曜日はゴロゴロ野菜のトマト煮。今日はトマト缶で簡単に作れるメインおかずを作ります。さつまいもは大きめの乱切りにして水にさらします。さつまいもの皮にも食物繊維やビタミン、ミネラル、アントシアニンなど栄養がたっぷり。皮まで丸ごと使っていこうと思います。玉ねぎは薄切りにします。熱を通すと甘みが増すのでたっぷりと入れていこうと思います。ぶなしめじは石突きを切り落としてほぐします。鶏もも肉はキッチンペーパーで水分を拭き取り、一口大に切ります。フライパンにバターを熱し、鶏もも肉を中火で炒めます。薄い焼き色がついてきたら塩コショウを振って下味をつけます。ここにさつまいも、玉ねぎ、ぶなしめじを加えて炒めます。野菜に油が回ったら酒大さじ2、トマト缶1缶、トマトケチャップ大さじ2、水 100ml を加えます。煮立ったら蓋をして弱火で7分から8分煮ていきます。具材を切って煮込むだけで野菜たっぷりのトマト煮の完成です。今日はトマト缶を使った時短おかず。野菜たっぷりのトマト煮は体に優しい味わいです。トマト缶で煮込むだけなのでとっても簡単に作れて楽ちん。野菜不足の方や栄養バランスが偏っている方にぜひ食べていただきたい一品です。木曜日は豚肉の味噌炒め。今日はフライパン一つでささっと作れる豚肉の味噌炒めを作ります。キャベツは5センチ角に切ります。長ネギは2センチ幅の斜め切りにします。ピーマンはヘタと種を取り除き、食べやすい大きさに切ります。あとは炒めてあげるだけ。フライパンに油を熱し、中火で豚肉を炒めます。お肉を丁寧に広げて炒めてあげると柔らかく仕上がりますよ。お肉の色が変わってきたらキャベツ、ピーマン、長ネギを加えて炒めます。今日も野菜がたっぷり取れて嬉しい。
野菜がしんなりしてきたら、味噌大さじ1、酒大さじ3分の2、砂糖大さじ3分の2、醤油大さじ1、胡椒少々を加え、全体を炒め合わせます。今日もパパッと晩ご飯の完成です。豚肉の旨味と香り豊かな味噌だれが野菜に絡んで美味しい。キャベツとピーマンがたっぷり入ったおかずは食べ応えも抜群です。子供から大人まで美味しく食べられるメニューです。皆様もぜひ作ってみてください。金曜日は長芋と豆腐の和風グラタン。今日はふわとろ食感が楽しい長芋と豆腐を使ったグラタンを作ります。豆腐をキッチンペーパーで包み、電子レンジ600ワット2分加熱して水切りをします。長芋は皮を剥いて半分をすりおろします。残りの半分は食感を楽しみたいためさいの目切りにします。アクセントの万能ネギは小口切りにします。ボウルに長芋、豆腐、卵、万能ネギ、味噌大さじ1、めんつゆ大さじ2分の1、塩コショウ少々、ごま油少々を加えて混ぜます。味噌とめんつゆで和風仕上げに。粗めに刻んだ長芋がアクセントになっていてとっても美味しいです。普段の軽い食事やおつまみにもおすすめですよ。耐熱容器に流し込み、ピザ用チーズをたっぷりめにかけます。あとはトースターでこんがりするまで焼いてあげるだけ。こんがりと美味しそうに焼けました。今週最終日は体に優しい和風グラタンを。こんがりと焼けたチーズがとろりととろけて食欲をそそります。長芋と豆腐のふわとろ食感が癖になる美味しさ。今週はパパッと簡単おかずで美味しく楽しく過ごすことができました。次回はスピード満足おかずをご紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。